今日は2つの姿を持つダンスミュージック、トランスのスタイルを解説していくよ。今後は現代の音楽ジャンルもやっていくよ。初回はリクエストのあったトランスにした。現代の音楽ジャンルをやるときに困るのは、効果のあるスタイルが多すぎることだね。普段の動画のようにスタイル3個だと、現代の音楽を紹介するのには足らなすぎる。だから現代の音楽をテーマにするときは、解説するスタイルを倍の6個に増やすよ。その代わり実例を1スタイル3曲に減らす。インスト、ボーカル、他の曲とのミックス。それじゃ今回のテーマの話に進もうか。トランスって音楽ジャンルは厄介な点がある。トランスはハウスやテクノから派生した。もともとはかなり濃いダンスミュージックだった。ただそこから派生したポップなトランス。その曲調の方が一般的な人気が出てしまった。だからトランスと聞いて想像する曲調は、人によってかなり大きな差があったりする。一般的には明るく派手な曲。一部の人は暗くて地味な曲を想像するかな。こんな経緯があるから素のでも、トランススタイルはかなり曲調が不安定だよ。明るく派手な曲と暗くて地味な曲。両方ともトランスなんだから仕方ないね。動画の前半ではまず暗くて地味な方、初期のトランスのスタイルを解説するよ。アシッドトランス、ゴアトランス、サイケデリックトランス。このスタイルがどんな曲を生成するか、まずは実例を聞いて確かめてみようか。夜の中に溶けてゆく光の波が心を満たす。目を閉じれば広がる空。夜の中に溶けてゆく光の波が心を満たす。目を閉じれば広がる空。無限の世界に飛び込んで。夜の中に溶けてゆく光の波が心を満たす。目を閉じれば広がる空。無限の世界に飛び込んで。夜の中に溶けてゆく光の波が心を満たす。目を閉じれば広がる空。無限の世暗くて地味な初期のトランスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。私はこっちのトランスの方が好きだけど、
残念ながら一般的な人気はあまりないね。アシッドトランスは独特のうねる音が特徴。ローランド TB303 ってシンセの音だよ。 TB303 スタイルも効果はあるけど、効果が弱くて曲調も安定しない。あのうねる音を入れたいならアシッドトランスが一番効果的だと思う。フォアトランスはうねる音を主役にしてインド民族音楽のメロディーを奏でるトランス。かなり癖の強いタイプではあるんだけど、初期のトランスを代表する曲ではあるよ。ただスノは特殊な音階を使って曲を生成するのを苦手にしているから、スノでは使いにくいスタイルだね。他のスタイルと混ぜるのが難しい。サイケデリックトランスは高速で単調なベースが一番の特徴。そしていろいろな効果音風の音は鳴るけど、主役のメロディーがないのも大きな特徴だね。その性質から他のスタイルと混ぜてもそのスタイルの主役を邪魔しない。スノではかなり使いやすいスタイルだね。いろいろな場面で使えるスタイルだと思うよ。ちなみに略称のサイトランスもスタイルとして効果はあるんだけど、正式名称の方がより特徴が際立って使いやすいから私はそっちを選んだよ。さて、それじゃ動画の後半では明るく派手な方のトランスを解説するよ。ユーフォリックトランス、ユーロトランス、エナジートランス。このスタイルがどんな曲を生成するか、まずは実例を聞いて確かめてみようか。感じてるこのヒュンド止まらないこの感情すべてを捨てて今ここで自分を解き放つだけ感じてるこのヒュンド止まらないこの感情すべてを捨てて今ここで自分を解き放つだけ感じてるこの瞬動止まらないこの感情すべてを捨てて今ここで自分を解き放つだけ感じてるこの瞬動止まらないこの感情すべてを捨てて今ここで自分を解き放つだけ感じてるこのヒロド止まらないこの感情すべてを捨てて今ここで自分を解き放つだけこの音が響くこのリズム体を包む音の渦時を忘れて踊り続ける夢の中の現実のよう感じてるこのヒュンド止まらないこの感情すべてを捨てて今ここで自分を解き放つだけだけ明るく派手なトランスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ユーフォリックトランスは派手で陶酔感のあるシンセが特徴。
日本で流行したトランスもこの仲間。一番馴染みのあるトランスじゃないかな。ただ厳密に言うと日本で流行したのはエピックトランスというジャンルで、ユーフォリックトランスというジャンルは日本ではヒーリングトランスと呼ばれてるよ。でもスノでエピックトランスを使っても日本で流行したトランスっぽくはならない。スノではユーフォニックトランスの方が日本っぽいトランスを作れると思うよ。ユーロトランスも派手なシンセ音を使う。それはユーフォリックトランスと同じだけど、ユーロトランスは陶酔感よりも高揚感、聴き入るよりは踊りたくなる曲調だね。まあこの辺の差は言葉で説明するよりさっきの実例で体感した方がいいかな。エナジートランスはシンセ音は派手だけど、曲のノリは動画の前半のトランスに近い。派手ではあるけど明るくはないね。暗く激しい感じのトランスになるよ。動画の後半で解説した3つのスタイルは頭文字大文字、エナジーは全部大文字、推奨。小文字でも普通に効果は出るけど大文字の方が効果が際立つと思うよ。最後に他のトランスのスタイルについても実例なしで簡単に紹介しておくよ。テックトランス、ハードトランスはそれぞれドラムを強調する効果がある。テックとハードは EDM の定番だから今後もいろいろな場面で出てくると思う。ドリームトランスはさらに陶酔感を強めた。名前の通り夢のような雰囲気のトランス。ただドリームトランスは個人的にドリームとトランスを混ぜただけ感がある。例えばコトトランスってスタイルはコトの音のトランスを作るスタイルだけど、コトトランスってジャンルがあるわけじゃない。単純にコトとトランスが混ざっただけ。ドリームトランスってジャンルはあるけど、スノのドリームトランスはドリームとトランスを混ぜた効果しか出ていない印象を個人的には受ける。むしろドリームがトランスを邪魔してトランス要素が弱くなってる感じがするね。だからトランスっぽさが弱くなるけど、それでいいなら面白く使えるスタイルかな。今回解説したスタイルの他にもトランスのジャンルはまだまだあるけど、スノで明確な特徴があって使いやすい、そんなスタイルをピックして紹介したよ。今回は初めて現代の音楽ジャンルを解説したけど案の定動画が長くなった。まあでもこれ以上短くしようがないね。メジャージャンルはこのくらい長くなるよ。今後はマイナーテーマは以前の動画形式、メジャーテーマは今回の動画形式で作るよ。それじゃまたね。